はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回紹介する話は、こちらのビヨンの妻に収録されている話のうちの一つ、トカトントンっていう話ですね。こちらのトカトントンを紹介しようかなと思います。トカトントンのあらすじを紹介していくと、主人公が某作家に手紙を渡すと。で、その手紙の携帯で書かれてるんですね。悩みがありますと。主人公の郵便局員ですけども、悩みがありますってことで、某作家に手紙を送ってる体で、背景から始まる手紙になってるんですけど、で、その郵便局員が抱えてる悩みって何かっていうと、ある幻聴に悩まされてるっていうんですよ。その幻聴っていうのが、題名にもなってるトカトントンなんですけども、最初のね、書き出しが、背景、一つだけ教えてくださいと。で、教えてほしいこととしては、この音は何ですかっていうことを聞きたいんですけども、じゃあこのトカトントンってのが、どういうものなのかっていうことを紹介していくと、トカトントンが一番最初に発生した瞬間、これはですね、戦争が終わった時ですね、1945年の8月15日の玉音放送を聞いた時のタイミングなんですよ。玉音放送を聞くために、兵舎の前に整列させられて、若い中尉が壇上に上がって、玉音放送を一緒に聞くんですけども、ここでね、結構面白い話をね、ちょっと挟むと、この玉音放送を聞いて、その後中尉が放った言葉っていうのを言いますと、聞いたか分かったか、日本はポツダム宣言を受諾し降参をしたのだ。しかしそれは政治上のことだ。我々軍人はあくまでも抗戦を続け、最後には皆一人残らず自決して、もって王君にお詫びを申し上げる。自分は元よりそのつもりでいるのだから、皆もその覚悟をしておれ。言って、その若い中尉が壇上を降りて、で、その後ですね、その若い中尉は段から降りて眼鏡を外し、歩きながらポタポタ涙を落としました。厳粛とは、あのような感情を言うのでしょうかっていう。このね、表現結構、僕好きなんですよね。ちょっと話脱線してますけども、若い中尉がポタポタと眼鏡を外してポタポタと涙を流しながら歩くっていう。これでね、厳粛っていうのがなんか僕の中で一気にね、イメージができて、なんか今まで厳粛っていうとなんか、難しい顔しながら黙ってればいいのかなっていうイメージだったんですけど、これね、結構、いい表現だなって感じですよね。で、ちょっと話が脱線しちゃいましたけども、このトカトントンってのが、ポツダム宣言受諾の玉音放送を聞いた後に、主人公が第一に思ったこととしては、死のうと思いました。死ぬのが本当だと思いましたと。言って、その直後ですね、兵舎の背後の方から、誰やら金槌で釘を打つ音が、かすかにトカトントンと聞こえましたと。で、それを聞いた瞬間に、私はつきものから離れたように、きょろりとなり、なんともどうにも白々しい気持ちで、結構どうでもよくなっちゃったんですよ。で、それがですね、トカトントンを聞いた時の発作みたいなもんですね。要はトカトントンっていう金槌の音で死のうと思ったことが一気に冷めて、もうどうにも白々しくなってしまったっていう。これがですね、トカトントンによる発作っていうのかな、現象なんですよ。で、それ以降ですね、何かに打ち込もうとしたとき、小説を書いてみようかなって思ったとき、仕事を一生懸命熱心に取り組んでみようかなとか、あとは恋に落ちたときとかですね、その瞬間に小説であれば、100ページ書き上げて、もう最後の最後書き終えるだけだって思ったときに、とかトントンってなって、もう一気にそれまでやってきた自分の小説がバカバカしくなって、そこで冷めてしまって、やめてしまうっていう。仕事もですね、一生懸命取り組んできた。で、ようやく最後の日、一段落する日になって、とかトントンが聞こえて、この幻聴が聞こえて、一気に冷めてしまうっていう。で、それ以降ですね、その主人公が何かをやろうと思った時とか、何かをやり遂げる、その寸前まで行った時に、とかトントンっていうのが聞こえて、もう、それまでの自分の情熱が全てね、なくなってしまうと。ただですね、このトカトントンが結構難解なのが、単純に情熱が自分が何かやろうと思ってることに対してトカトントンが鳴るんだったら、まだわかるんですけども、このトカトントンが難解なのが、虚無さえも打ち砕くって言ってるんですね。虚無の情熱さえも打ち砕くと。無報酬の行為でさえもとかトントンが鳴って自分の行動にね、移せなかったりするんですよ。で、それで本当に助けてください。この音は何なんでしょうかって手紙を書いて送ってるわけなんですけども、で、最後の方ですね、手紙の最後になってくるとこれなんか急にひっくり返されるんですけども、この手紙を書いてる時にも半分を書かぬうちに主人公はトカトントンって音が聞こえたけども、書きつられましたと言ってるんですね。でも最後の文句に、こんな手紙を書くつまらなさ、それでも我慢してとにかくこれだけ書きました。そうして、あんまりつまらないから、やけになって嘘ばっかり書いたような気がします。花江さんなんて女、恋をした女性もいないし、デモも見たものじゃない。その他のことも大概嘘のようですって。急になんか自分は嘘ばっかり書きましたって白状するんですよ。
で、それを読み返さずに送りますって言って、その主人公の手紙は終わるんですよね。で、その手紙に対して今度ね、某作家が返答を書くんですね。この返答がね、結構面白くて、かなりね、主人公に対して辛辣なんですよね。で、この某作家が送った返答のですね、第一言目ですね。一言目ってのが、気取った苦悩ですねって言うんですね。僕はあまり同情してはいないんですよと。つまり君は、いかなる弁明も成立しない集体を君はまだ避けているようですねって。なので、君のその幻聴をなくすためには、マタイの10章の28、これちょっと難しいんですけど、身を殺して魂を殺し得る者どもを恐るな。身と魂とゲヘナにて滅ぼし得る者を恐れよって書いてある。で、この言葉に霹靂を感じることができたら、その雷が走ったらですね、ハッとしたら、あなたのその幻聴はやめるでしょうって言ってるんですね。で、さっきのそのマタイの10章の28ですね、この難しい言葉、身を殺して魂を殺し得る者を恐れるな。身と魂を殺し得る者を恐れろって言ってね。これ何を言ってるかっていうと、要はね、人間を恐れるんじゃなくて神様を恐れろって言ってるんですね。人間は、たとえ他人がですね、自分の体を傷つけたとしても、自分の体はね、殺し得ることができるかもしれない。だけども、自分自身の魂さえは他人から傷つけることができないって言ってるんですよ。だけども、神様はそれができちゃうから、神様を恐れて、言うならば人間をね、恐れるに足りないって言ってるんですよね。で、なんでじゃあ某作家がそんなことを言い出したかっていうと、これがね、考えてみるともっと面白くて、さっきですね、あなたはいかなる弁明も成立しない集体を避けてると。要はね、この某作家が言ってるのは、君は単純に失敗を避けて、失敗を恐れて何もしてないだけだと。例えば失敗した時に周囲から笑われるかもしれない、からかわれるかもしれないと。でもそんなことを恐れるんじゃないよと。周りの人間を別に恐れるに足りないんだからっていうことを多分マタイ10章で伝えようとしてるのかな。なのでね、手紙の一番最初の文句で、気取ってますねって、気取った苦悩ですねって言ってるんですよ。結局君は何かをやろうと思ってますっていうアピールはしてくるけど、実際やってないと。やり遂げてないんです。でもそれはトカトントンの音のせいなんですよって言ってるけど、でもそれは君が失敗を恐れてるだけでしょって。某作家が返答してるんですよね。で、そこをね、考えると結構その主人公の悩みもね、面白くて、手紙の一番最初かな一番最初に書かれたのが、その悩みがあるんですって書き出しが始まるんですけど、この悩みのせいで、自分が日増しにくだらないものになっていくような気がして、実に困っているのですって書いてるんですよね。これやっぱり面白くて、結局ね、主人公がさっき言ったように、何かをしようとしてトカトントンがなるからできないよって言ってるんであれば、結局ね、何もやってないんですよ。何も新しいことをやってませんよって、そういう日々を送ってるんですね。なので、日増しに自分がくだらないものになっていく気がしてるって、それね、その通りなんですよって。ただ、それもね、某作家が言いたいんじゃないですかね。毎日同じことの繰り返しをしてて、トカトントンに悩まされてますって、新しいことやろうとしてもできませんって言ってるのに対して某作家が、気取ってますねと。あなたは集体を恐れてるだけですよって。もうバッサリですね、某作家が切ってるんですよ。ここら辺がね、本当に面白くて、この一発目読んだ時は何だろうなって自分も一生懸命考えてね、いや、このトカトントン、情熱とか、虚無さえも打ち壊すっていう、なんだろうなって。僕もね、読んでる途中は、トラウマとかね、フラッシュバックっていうことを表現してるのかなと思ったんですよ。その玉音放送を聞いて、その瞬間に、次に浮かんできたのが、主人公は死のうと思ったっていう。今まで自分が一生懸命、軍に、一生懸命日本を勝つために頑張ってきたのが、負けましたって言われて、何もなくなって死のうと思ったっていう。その時のショックが多分でかすぎて、そのショックから自分の身を守るために、全力で自分が捧げたものが一気にそこで崩れるっていうことを味わってるから、やっぱり全力を捧げられない体になっちゃったって、そういう悩みかなって思ってたら、意外とね、この、主人公の手紙が嘘ばっかりで、手紙がもうつまんなくなっちゃったから嘘も書きましたって書いちゃうぐらいな面白い、後から考えると面白くなってるんですけど、その某作家も返答ですごいバッサリ、君は結局失敗を恐れてるだけだって、バッサリ切るからね、後になって思い返すとね、面白い作品なんですよ。なので、このトカトントンですね、よくよく考えてみると、ちょっと面白いなっていう話ですけども、ただ実際ね、やっぱそのショックによってトカトントンっていう幻聴が生まれたっていうのも事実なんですよ。ってことを考えるとね、なんか面白く書かれてる某作家がバッサリ切るのも面白いじゃ面白いで、主人公も嘘を書きましたって書いてあるのも面白いんだけども、でもトカトントンっていう幻聴とか幻覚にね、戦後悩まされた人がいるかもしれないなっていう想像もね働きますので、一概にこれは滑稽な作品ですとも言い切れないんですけどね、結構短いのでぜひですね、いろんなことを考えながら読んでみると面白いなと思います。ちょっとね、参考にしてみてほしいなと思います。はい、それですね、今回は太宰治さんのトカトントンを紹介させていただきました。ぜひですね、気になった人は読んでみてほしいなと思います。
それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。